私は元サウザンドさんのソーサラー、尊敬する上司がブラックレギオンにくら替えしたので、今はブラックレギオンのエクスキューショナーである。バカな、魔法も近接も強いなんて反則だろ。完全にルール違反だよ。お前みたいなんがプレイヤー減らすんやぞ。こいつらはバトルシスター、元来シスターはうるさいが、こんなラーラーいうタイプは初めて見た。鬱陶しいからさっさと始末したいが。いやマジ、こいつら本当に古代テラの歌で奇跡を起こすんだって。だがさっきから異能らしい異能が一切見れんぞ。歌も全然歌わん。軽々しく歌って奇跡を求めるわけないだろう。奇跡とは皇帝陛下や機械神によってもたらされるんだよ。頑張ってやっと奇跡が起こるんだ基本やぞ。暗黒神崇拝と何が違うんだろ。一緒にするな。我らが祈る皇帝陛下には秩序がある。お前らのように自由気ままに生きて悪さしまくってないぞ。どうせ総主張がもっとサイキック強くなりたいとか言うて寝返ったんやろ。なんとでも言え、今やお前らの言うと。おい、そんな言い方ないだろう。そら混沌には自由気ままに生きて文字通り堕落した連中もいるよ。けどサウザンドさんのマグヌスは海外でもマグヌスは悪くないってタブできるほど、どっちか言うと混沌被害者だと思うぞ。おい何を。嘘つけ、どうせもっと強いサイカーになりたいとかだろ。オーハンマーのサイキックは変異とかリスク多いもんね。リスク少なめなるはやサイキックで同じやす言うてバチ当たっただけやろ。偏見強すぎるって、サウザンドさんほど変異に悩んでる奴いないんだぞ。ちょっと。でも混沌だしな。全然信用できないよ。そもそもサイカー自体異端案件やし。そういうとこ帝国悪いよ。そういう偏見ある人を混沌落ちさせるなんて考えられません。お前たちにはサンズを通してワープについてよく理解してもらうから。勧誘必至なのなんなのだ。混沌アイドルがいないんじゃない？言われたら混沌女子アーミーいないね。さあ、同胞よ、奴らに対してサンズの話を思う存分してやれ。まあいいか。とりあえずサウザンドさんは世界最強のサイカー集団と思えばいい。そんな一言でわかるわけないだろ。こっちはサイカーすらよくわかってないんだよ。遊びで授業してんじゃねえぞ。なんだよもう。トリマ戦団設立からちゃんと話してくれる？お前もそっち側行くな。サウザンドさんの歴史は長く、大落前。つまり皇帝が大聖戦に乗り出す頃にまで至る。あ、大聖戦はわかる？あんまり。俺様は知ってるぞ。天の川銀河を植民地にするため宇宙に出た人類だったが、人工知能の反乱やスラーネス誕生でワープが歪み、人類が天の川銀河全土でチリチリになった数千年後、皇帝が地球より現れ、再び大宇宙を遠征し、散らばった人類を集め、人類帝国を築いて宇宙統一を図った大戦争だよな。そうだな。で、皇帝は一人では広すぎる宇宙の支配は難しいと考えたのか、自分の遺伝子を強く受けた人間を想像するわけだが、これが総主張だ。マジか、初めて聞いた。けどそれを見た混沌の神々が、保育カプセルごと宇宙に赤子だった総主張をばらまくんだ。ここでも混沌が。そうしてマグヌスが落ちた惑星はプロスペロ、人類がチリチリになった原因による大亀裂でサイカーが増え、迫害された異能者が隠れ潜んだ惑星だった。その時からサイカーは忌避されてたんだ。で、誰よりもサイカーの知識や力を蓄えたり、プロスペロの怪獣倒したりして、名実ともに惑星のトップになったマグヌスの元へ、皇帝が迎えに来て、息子へ大聖戦に加わるよう命じる。流れるように話が進むな。マグヌスは皇帝の次に強いサイカーと言われるほどで、再会するまで年派や精神体で何度も会ってたんだとか。ああ、それで再会してすぐに打ち解けたんだ。アングロンは突如現れた皇帝に警戒してたもんな。あらかじめ知ってたらは早いね。何事も最初が大事やわ。こうして戦団を任され、他の総主張のように、マグヌスの遺伝子を受け継いだ戦団ができるのだが、マグヌスの遺伝子は突然変異を起こし、手術中に拒絶反応を起こすわ、うまくいっても戦闘中に変異を起こすわで全く安定しなかった。超人手術中にそうなるのはかなりきついな。これら変異に耐えれた者はたった1000人、それにちなんでサウザンドさんと命名された。あれ？でもマリーンの戦団って1000人が上限だよね。それは大落後にできたルールだからな。大聖戦時代は10万単位でいたらしいぞ。やば、そんな数のマリーンいたら敵なしでしょ。そんな中1000人だったからな。10分の1以下の不安定な戦団なんて非難され、他戦団からも解体を迫られたりもしたが、マグヌスは皇帝に懇願し、100年かけて片目を失いながらも、ついには大聖戦の許可を得たのだった。努力家じゃないかマグヌス。言っただろ？でも来たなら信用失うよ。そこはほら、今から話すから、な。はいはい。こいつ付き合い良さそう。戦場でサイキック戦術を扱うサンズだったが、もともとワープの力は理論化されていない不安定なもの。戦場でも不可思議かつ奇怪な術によって味方戦団、特にスペースウルフからは大いに嫌われた。そんなにひどかったのか？ひどいのだと変異した味方が襲いかかってきたりして、同士討ちになりそうだったとか。それはダメだわ。命かかったら話は別だよ。そんなこんなで魔術の追求をし続けたマグヌスも、皇帝より抑えるよう命じられる。まあそんななるか。そんな時にマグヌスはポルスの退落を予知してしまう。さらっとヤバい予知しやがった。マグヌスはこの情報を年派にて地球にいる皇帝にどうしても伝えたかったが、地球には混沌を入れぬバリアが張られており、サイキック通信ができなくなっていたのだ。サイキックのいたちごっこかな？そんなところに謎の人物がマグヌスに助言する。怪しさしかない。テンパってたマグヌスは地球のバリアを剥がした結果。いやー、ピーヨン入ってきちゃう。ああ、
地球さんが脱がされた上にディーモン入れられてる。あんなすごいの入んないよ。聖なる寺って実は汚れてたんだ。女の子の言葉遣い意識しよな。マグヌスの念波どころで亡くなった皇帝は、ホルスにマグヌス逮捕を命じるのだが、この時すでにホルスは混沌川に落ちており、あろうことかサンズを敵視しているウルフに討伐命令として進軍させたのだ。詐欺による詐欺。なんという暗黒連鎖。絶対混沌には近づきません。まあまあ、最悪なのはマグヌスは逮捕を受け入れるつもりで、惑星は完全に無防備だったにもかかわらず、ウルフは手当たり次第に人々を虐殺し尽くした。ウルフひどすぎないか？やると決めたからってやりすぎでしょ。こんなん女子史に刻めると思ったんか。ほんまそれ。自分がこれほどまでの罰を与えられるのかと、驚愕してたマグヌスに総主張からのとどめの一発。デマンラスの一撃を受けたその瞬間に、永遠の忠誠を使うなら、お前が大切にしてたものを守ろう。天地を受け入れたマグヌスの願いは叶えられ、プロスペロの一部を混沌の領域にテレポートさせ、サウザンド3兵団もまた、恐怖の目にある妖術師の惑星へと転移した。ひどい話なのは分かった。同情の余地もあるよ。なんと受け取ればいいんや。自分、涙いいっすか？これで終わりではない。寝返ったサンズの兵に、得意遺伝子悪化症状が、再び現れたのだ。こんな時に。サンズのマグヌスの側近アーリマンは、ティンチよりこの症状を抑える秘術ルブリックを授かっており、一縷の望みにかけてルブリックを戦団に施したが、ほとんどの兵団員は、一握りの灰と化してしまい精神だけがアーマーに憑依した。何？彼らはもはや、自意識を失った自動人形のような存在になってしまい、永遠にそこから抜け出せなくなったのである。ひどい。ひどすぎるよ。これが今サンズの歩兵を務める、ルブリックマリンというわけだ。だからステマリニのサンズたちって、動く石像みたいな動きしてたんだ。この行為にマグヌスはアーリマンを許さず、処断しようとしたわけだが、悪気なかったんだし、追放でよくない？ティンチ心が言うなら。お前の仕業だろうがいやいやマグヌスもおかしいだろ。なんなの？騙され続けて身内信じられなくなってんの？おいおい。詐欺師の中の詐欺師だよ。ふざけるな。この汚い混沌が、俺様がお前の立場だと恥ずかしくて人前出れんわ。いやお前の契約先の人柱じゃね？もう二度とレンタルワークなんて使わんわしかたん。あとウルフもウルフでなんだよ。理性と獣のギャップ出してますで売ってるくせにほうれん草せず自分らの感情優先で身内攻めて気分良かったの？こんなん最近のプロレスでもせえへんぞ。普通にいじめじゃねえか。胸クソ悪いんだよ。空1万年以上サンズに恨まれて当然だよ。もともと異能という才能のリスクを背負い、時には迫害され時には利用されまっすぐ向き合い続けた結果が利用されるとか最悪クラスの胸クソやんけ。俺様サンズは好きなったけどティンチは大嫌いになったしウルフも絶対許さねえわ。ゲームするときはマリンだけ入れてウルフの余ったパーツでピットバッシュしてやるから覚悟しろ。まあまあ。授業中だし感情抑えようね。授業は皆の時間だからね。ごめん。いいよ。けどよ、今のマグヌスだって決して悪い奴じゃないと思うけどな。というと？だってさ、帝国では未だにサイカーを異端扱いしたりと意味不明じゃん。実際にはアストロパスとかで地球からの信号をサイキックで飛ばして、それをサイキックで受け取るみたいな、暗黒宇宙では必須のサイカーとかいるのによ。一方でマグヌスは銀河中のサイカーを集めてサイカー帝国作ろうとしてるわけだろ。まあそうだな、マグヌスの一つの目的だ。こら、人間時代から何も変わらない。一貫してるよ、マグヌス頑張ってるよ。でも不安定なサイカーだけの世界とか怖くない？ああ、またそうやってワープに偏見持つ、帝国そういうとこな。まあ迫害されたサイカーが、サンズに行きたがるってのはあるかもね。だろ居場所をなくしたサイカーは帝国より混沌へ行くべきだ。いやまあでもサンズやサンゴとか、より強いサイカーの生贄にされたりはあるけど。だと。いやなんていうか、暗黒銀河って奴隷制度どころか人柱なったり肉壁なったりで、命が安すぎてとにかく人が大義的理由で捧げられるじゃん。となってくるとサイカーの啓蒙のために消費されるのも、将来のための魂の投資みたいに考えてる感じあるんよな。そんな。ならば行き着く先は、さらなる秘術のためにより大きな生贄を、とかになるのでは？そうだろうな。破滅に見えるけど、それが異能者社会を大きくするぞと思ってるわけ？まあマグヌスあたりはそうだけど、サンズって一枚岩じゃないんだよな。というと？例えばアーリマンは戦団を追放されたけど、こいつの目的はルブリック化した味方を戻すことね。1万年前のケツを未だに不幸としてるなんて、やはり混沌にもいい奴はいるじゃないか。まあその都度失敗し、結局儲けてるのはティンチだけみたいになってるけどな。1万年も懲りずに詐欺に引っかかってるのか。大体そんな感じ。あとティンチに従ってる奴もいる。忘れてたけど、カルトマリーンだから暗黒神への忠誠誓ってるのもいるよね。そうそう、サーンウォールなんかサンズ兵じゃなくて同盟でさ、まさしくティンチ信者たちなわけ。
で、コデックスにも書いてるけど、こいつらのトップに立って楽しんでる奴もいる。楽しんでるの？天地の荒人神のふりして辛抱を集めて楽しんでると、はっきり書いてるな。趣味で混沌するな。つまり、世界最強サイカー集団は異能力でそれぞれ色々してるわけだな。それがサイキックだからまあ迷惑になるだろうけど、暗黒銀河だしね。まとまりなさすぎだろ。変化の神に関わってるからな。目的があるようでないようであるような。ある意味一番混沌としてる戦団だろうよ。アーミー理解もゲーム仕様も難しいって言われるだけあるなサンズ。もしサンズの目的をちゃんとしたいなら、マグヌスかアーリマンに使えるといいだろう。比較的目的がちゃんとある方だしな。トリマ変化の神は避けるようにする。詐欺師の中の詐欺師だもんね。全部天地が悪い。そうだ、よくわかっただろう。つまりサウザンドさんは悪くない。誤解が晴れたところで改めて聞こう。貴様らは混沌への道を、ブベラー。大丈夫ですか姉妹たち。姉さん。そういや戦ってたんだわ。よくぞ持ちこたえました。怪我は全くありません。よかった。おしゃべりしてただけだからな。前衛は私が立ちます。あなたたちは援護を。了解。一瞬の動きでなかなかの手だれとわかる。奴を合わせて1対4は少し不安だな。そこで伸びてる奴からは生け捕りを頼まれてるし。この呪詛を使わせてもらう。しまった。すでに術の準備を。ひざまずくがいい。この既視感あるメロディ。まさか。古代寺の曲？姉さん。そうだ、この曲は思春期を産後で例え、変異の先を恐れる青春ソング。それは人間社会でいうところのモラトリアムであり、この世界なら誰もが持つ大人への不安なのだ。そうか、姉さんは若くして修道会で戦い続けたという。思春期にて現実を突きつけられたくらい青春を送る人。こんな軽やかなメロディでそれを歌われると魂に迷いが。これが、かのずっと産後でいいのにか。いやお前もダメージ食らうんかい。ああ、もういい。愛しき姉の身柄はいただいていくぞ。そんなことはさせない。我々3人でも相手するぞ。とりあえずこの曲止めろ。へいへい。ごめん、俺様も止めてほしい。お前もう混沌やめろ。我が姉妹には、指一本触れさせぬぞ。何？立ち上がるだと。この曲は聴く、10代半ばの多感な時期、甘えを許されない環境で己に鞭打つ中、もしも、戦わない世界があったらと、迷うことがあった私にとっては、わかるぞ、その痛み、俺様も自由になりたく混沌の道へと向かった。だがこの世界で、何よりも愛すると決めた姉妹たちを前に崩れてられるか。さすが姉さん、清らかな心で呪詛を照らすなんて。姉さんこそシスターオブシスターです。24時間そばにいて学ばせてもらいます。それに比べてなんだお前は。いつまでプルプルしてるんだ。もう混沌やめてまえ。黙れ、混沌はイケイケの時は強いが劣勢になると弱いんだ。すいません、その曲誰の許可得て使ってるんですか？誰？まさか。あいつは、知ってるのかケイオスマリーン。かつてマグヌスの近衛をしていた異能者セクメと、その上には9人の妖術師、リハチという上級妖術師がいると言われている。そして奴こそこの呪詛にて相馬長を下したと言われる。青木妖術師、ルリツァンゴン。この動画の設定は非公式です。しかしリハチとかは俺設定用についてるっぽいので、皆さん好みのリハチを作りましょう。いや、インスタンゴールに投稿されてたから DL したんですけど。なんだその暗黒 SNS。それ違法アップロードなので、私自身許可出してないので。聞いてないよ。まだ利益出してないみたいなので、とりあえず事務所まで申請書書きに来てくれる？わかりました。頼んだの俺様なので付き添います。まさか姉さんほどの人がこうもたやすく。暗黒の歌はこれほど強いなんて、我々も負けてられないな。本来ケイオスマリーン、それもブラックレギオンが現れたとなると銀河規模の大事件なのだが、とりあえず姉妹たち、お風呂に入って浄化しますよ。王子エンペラー。